みんな、ずんだもんなのだ。今日も元気いっぱいのずんだもんが世界のニュースをお届けするのだ。今日紹介するのは広大な大地を持つあの国、ロシアなのだ。実はみんな知ってる？ロシアって名前、元をたどると北欧のバイキングに行き着くかもしれないのだ。大昔にこの地を治めたルーシと呼ばれるバイキングが名前の由来になったっていう説が有力らしいのだ。面白いのだ。今日はそんなロシアに関するニュースを全部で5つお届けするのだ。中でも特に注目なのが5つ目のニュースなのだ。ウクライナ軍事作戦、ロシア軍ドネツク人民共和国コンスタンティノフカに突入という記事なのだ。ロシア軍がコンスタンティノフカに突入して首都部では激しい戦闘が始まっているそうなのだ。ずんだもんも今後の戦況に注目しているのだ。この動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。それじゃあ今日も一緒に世界のニュースを見ていくのだ。皆さんこんにちは。今日はユーラシア大陸に広がる雄大な国ロシアについて紹介するのだ。ロシアは地球上で一番大きな国で東ヨーロッパから北アジアまでなんと地球の陸地の約8分の1を占めているのだよ。その広大な国土はいくつものタイムゾーンをまたぐほどなのだ。首都は歴史と文化の中心地モスクワなのだ。クレムリンや赤の広場は世界的に有名で一度は訪れてみたい場所なのだよ。歴史を少し紐解くと古くは帝政ロシアとして栄えその後ソビエト連邦としても大きな存在感を示したのだ。現在はロシア連邦という共和制国家で大統領制が取られているのだよ。人口はおおよそ1億4000万人くらいで多様な民族が暮らしているのも特徴なのだ。主要産業としては広大な国土から取れる天然ガスや石油といったエネルギー資源が豊富で世界有数の輸出国なのだ。金属や機械工業も盛んなのだよ。文化面では壮麗なバレエやオペラ、そしてドストエフスキーやトルストイといった文学、チャイコフスキーに代表されるクラシック音楽など世界に誇る芸術が数多く生まれているのだ。マトリョーシカ人形や美しいイースターエッグなども有名で独特の文化を持っているのだよ。現在注目されているトピックとしては国際情勢におけるその存在感や資源大国としての役割が常に注目されているのだ。近年では宇宙開発や先端技術への投資も積極的に行われているのだよ。広大な大地に育まれた多様な魅力にあふれる国、それがロシアなのだ。一つ目のニュースなのだ。クレムリン高官、アンカレッジ合意をウクライナ問題解決の指針と指摘という記事なのだ。クレムリン補佐官のユーリー・ウシャコフさんがウクライナ問題の解決にはロシアとアメリカの前の大統領プーチンさんとトランプさんがアンカレッジで合意した内容が輝く星なのだと述べたのだ。ウシャコフさんは外交プロセスを進めるためには軍事的な圧力を続けることが必要不可欠なのだと強調したのだ。モスクワとワシントンの間では水面下での非公式な連絡は続いているもののキーウが現在は平和的な解決に乗り気ではないのだと指摘しているのだ。彼はウクライナ紛争を解決する上ではアンカレッジでの合意が輝く星だと繰り返し語ったのだ。しかしキーウは平和を望んでいないからこの合意を実現するためには戦い人々を説得しなければならないのだと付け加えたのだ。ロシアとアメリカの協力は舞台裏で続いているけれど目に見える進展のためにはウクライナの抵抗を乗り越える必要があるのだ。ウシャコフさんはさらにヨーロッパのロシアに対する態度を厳しく批判したのだ。これほどの嘘や憎しみの状況でヨーロッパの人々がここまで結束できるのは驚きなのだと述べたのだ。ヨーロッパでは合理的な声がすぐに憎悪の波に飲み込まれてしまう状況なのだと嘆いたのだ。そしてヨーロッパのロシアに対する憎悪はアメリカ製のドリルを使ってもなかなか穴を開けられないほどなのだと表現したのだ。このような状況は長期間にわたって多くの根拠のない非難
にさらされた結果、一部の人々がそれらを信じてしまい、微妙な対話にとって極めて不利な環境を作り出してしまったのだとウシャコフさんは説明しているのだ。2つ目のニュースなのだ。ウクライナ軍事作戦。ロシア、エネルギー施設と軍展開拠点を攻撃。軍幹部という記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。タス通信によると、10月12日にロシア国防省から発表された軍事作戦の最新情報なのだ。過去24時間で、ロシア軍はウクライナの軍事配備地点や外国の傭兵たち、それに燃料やエネルギー関連のインフラ施設に対して攻撃を実施したのだよ。重要な施設が狙われたのだね。この期間に、ウクライナ軍は約1460人もの兵士を失ったと報告されているのだ。ロシアの核戦闘グループが大活躍した成果なのだよ。具体的には、北方戦闘グループが160人以上、西方戦闘グループが220人、南方戦闘グループが185人以上、中央戦闘グループが550人、東方戦闘グループが305人、そしてドニエプル戦闘グループが40人までの兵士を無力化したのだ。さらに、ロシアの防空部隊も大活躍したのだ。過去24時間で、HIMARS 多連装ロケットランチャーの飛翔体9発、長距離ミサイル、ネプチューン、1発、そしてなんとドローン72機もの空からの脅威を撃墜したのだ。空の守りも堅いのだね。これが、特別軍事作戦ゾーンにおける過去24時間の主な状況なのだ。ロシア国防省からの発表はいつも注目されているのだよ。3つ目のニュースなのだ。モルドバはロシアを敵視し、他国の過ちを繰り返す。クレムリンという記事なのだ。モスクワからみんなに伝えるのだ。クレムリンのドミトリー・ペスコフ報道官さんがね、モルドバが今していることについて、とっても心配しているのだ。モルドバはヨーロッパと仲良くなりたい気持ちはわかるけど、そのためにロシアを敵だと思い込んでいるのだ。最近発表されたモルドバの新しい軍事戦略では、ロシアが一番の脅威だと言っているのだ。でも、ペスコフさんは、これはすごく大きな間違いなのだ、って言っているのだ。クレムリンは、モルドバのこのやり方は、ロシアに対して喧嘩を売っているみたいで、全然、フレンドリー、じゃないって考えているのだ。ペスコフさんはね、モルドバの今のリーダーたちは、重大な過ちを犯しているのだ、って強調しているのだ。彼らは、ヨーロッパとの絆を深めるためには、ロシアを完全に敵に回すしかない、って思い込んでいるみたいなのだ。でもね、これって、前にどこかの国がやってみた間違いと全く同じなのだ。そして、その国には、結局、何一つ良い結果をもたらさなかったのだ。だから、モルドバも同じ道をたどったら、きっと後悔するのだ。モルドバ政府は、10月8日に2035年までの新しい軍事戦略を承認したばかりなのだ。その戦略の中ではっきり、ロシアがモルドバの安全保障にとって、主要な脅威、だと書かれているのだ。クレムリンは、モルドバ型の国の失敗を繰り返さないように、もっとよく考えてほしいと願っているのだ。4つ目のニュースなのだ。ロシアは世界の主要食料供給国の一つ、プーチン氏、という記事なのだ。皆さん、こんにちはなのだ。今日は、ロシアが世界にとってどれだけ大切な食料供給国なのか、プーチン大統領の言葉からお伝えするのだ。ロシアのプーチン大統領は、農業加工産業労働者の日にお祝いのビデオメッセージを送ったのだ。その中で、ロシアは食料の自給自足をしているだけでなく、世界の主要な食料供給国の一つでもあると強調したのだ。大統領は、ロシアの高品質な製品、例えば穀物、植物油、魚、お菓子など、たくさんの品物が世界一60カ国以上で知られていて、とっても高く評価されているのだ、と述べたのだ。これは本当にすごいことなのだ。そして、この素晴らしい成果は、農作業に一生懸命取り組む農家さんたち、
科学者さんたち、経営者さんたち、専門家さんたち、そして長年農業を支えてきたベテラン労働者さんたちの献身的な努力とプロフェッショナルな姿勢、そして強い決意のおかげなのだ、とも付け加えたのだ。ロシアは食料生産をどんどん増やして、輸出も伸ばしているのだ。設備も最新のものにしたり、新しい分野の開発も進めたりしているのだ。これらはすべて、現場で働く人たちの頑張りの賜物なのだ。つまり、ロシアは自国だけでなく、世界中のたくさんの国々の食卓を支えている、とっても重要な存在なのだ。高品質な食料を供給し続けることで、世界の食料安全保障にも大きく貢献しているのだね。これからもロシアの農業の発展に注目していくのだ。5つ目のニュースなのだ。ウクライナ軍事作戦、ロシア軍、ドネツク人民共和国コンスタンティノフカに突入、という記事なのだ。ずんだもんなのだ。タス通信によると、ロシア軍がドネツク人民共和国のコンスタンチノフカに突入したというニュースなのだ。軍事専門家のアンドレイ・マロチコ氏が TASS に語ったところによると、ロシア軍はプレドテチの集落側から吸収してこの町に入ったのだ。現在、首東部では激しい戦闘が始まっているそうなのだ。ロシア軍は主に機動的な作戦を展開しているのだ。まだこの集落での立場を完全に確保したわけではないけれど、非常に緊密に作業を進めているところなのだって。今後の戦況がどうなるのか、ずんだもんは注目しているのだ。皆さん、今日は広大なロシアの歴史や文化、そして国際情勢を幅広く紹介したのだ。ウクライナ問題、軍事作戦の報告、モルドバとの関係、食料供給の重要性、そして最新の戦況まで、ロシアが世界に与える影響は計り知れないのだね。これからも世界の平和とロシアの動向に、ずんだもんは注目していくのだ、なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。